ママ、パパ、照れないでよ。私、田舎の出身だし、仕事も見つかるかわからないから、パパには釣り合わないわ。やっぱりやめとこう。状況がわかるまでは、身分を隠しておいた方がいいな。大丈夫だよ、ママ。パパは黒川グループの。黒川グループの警備員だ。警備員？黒川グループって警備員までこんなにイケメンなの？ごめんなさい。ちょっと電話に出るわ。やはりキム目当てか警備員と聞いて言い訳して逃げたな。パパ、どうしてママに警備員だって嘘ついたの？ママが逃げちゃったらどうするの？俺はお前の父親だぞ。どうして彼女の肩ばかり持つんだ。もし悪い奴で、わざと近づいてきたらどうする？もしもし？お世話になっております。白石様、面接の評価は高かったのですが、黒川への入社には、市内の戸籍が必要です。3日以内に、市内の戸籍を用意できれば、採用いたします。そうですか。黒川様、市内の戸籍はお持ちですか？パパはもちろん、ここの戸籍あるよ。それに、パパは悪い趣味もないしね。黒川様、私と結婚してくれませんか？結婚？ちょっと急すぎないか？確かにちょっと急ですね。俺はしがない警備員で、月給も60万や、6万だ。6万？それなら十分ですよ。私が清掃員になれば、2人の給料合わせて10万になりますし、清掃員と警備員、お似合いですよ。うわぁ、都会の大企業はやっぱり立派だな。この後の面接、しっかり頑張らなきゃ。黒川社長、坊ちゃんがオフィスでお待ちです。重要な話があるとのことです。ああ、わかった。こんにちは。黒川の清掃員の面接に来たんですが、清掃部はどこですか？こんにちは。少しお調べしますね。清掃部は9階になります。こちらをまっすぐ進んで、エレベーターでお上がりください。ありがとうございます。どうして来たんだ？なんだ、黒川社長は僕を歓迎してくれないの？そうだよね。もう5歳だもん。全然可愛くないよね。僕はまだ若いからいいけど、かわいそうなおじいちゃんとおばあちゃんはあんなに年を取ってるのに、まだお嫁さんに会えないなんて。パパ、早く僕のママを見つけてきてよ。パパ、もしこれ異常ママを見つけてくれないなら、僕、今すぐ家出するからね。わ。都会の子供は元気だね。こんなに早く走ったら危ないよ。次からは気をつけてね。わかった？ママ、やっと見つけた。頑張って、もういつか、いいシーンで。生まれましたよ。おめでとうございます。白石様、男の子です。腕に刃三角形のあざがありますね。大変、赤ちゃんの呼吸がありません。白石さん、しっかりして、白石さん、目を覚まして。6年前出稼ぎに来たら薬を盛られ、見知らぬ男の人と関係を持ち、子供まで産んだ。でも結局その子は助からなかった。私はママじゃないよ。人違いね。もしあの子が無事に育ってたら、これくらいになってたのかな。おばちゃん、面接に遅れちゃうから行くね。見つけた。勝手には知り回っちゃダメだぞ。わかったか？会社の中でよかった。パパ、ママを見つけたよ。少し見ない間に、どうしてママなんて作ってきたんだ？パパが結婚してくれないからでしょう。
早く行こうパパ。ママを見失っちゃうよ。ママは今日黒川の面接に来たけど、会社が広いから見つけるの大変だよ。面接？また黒川に近づいて玉残しを狙う女か。黒川春人。昔わざと近づかれて誘拐されたこと、忘れたのか？やだやだ、今回は違うもん。パパ、ママに会えばわかるよ。はあ、わかったよ。その嘘なき、わざとらしすぎるぞ。ほら、一緒に探しに行ってやる。すみません。入り口で少しで惑ってしまって、清掃院の面接に参りました。白石美咲です。ええ。なかなかテキパキしてそうね。仕事自体はきつくないけど、今日創率が高いのよ。佐藤さん、ご心配なく。体力に恥心があります。どんな苦労もへっちゃらです。絶対にピカピカにしてみせますから。態度はとてもいいわね。じゃあ、一旦帰って結果、お待ってて。あ、はい。ママ、やっと見つけた。ママ、やっと見つけた。君ね、どうしてここがわかったの？だってママを探しに来たんだもん。私は本当に君のママじゃないの。ママはママだよ。夢の中のママと同じ顔だもん。ママ、旦那さんはいらない？君、パパはどこにいるの？あそこにいるよ。ママ、パパ、照れないでよ。私、田舎の出身だし、仕事も見つかるかわからないから、パパには釣り合わないわ。やっぱりやめとこう。状況がわかるまでは、身分を隠しておいた方がいいな。大丈夫だよ、ママ。パパは黒川グループの。黒川グループの警備員だ。警備員？黒川グループって警備員までこんなにイケメンなの？ごめんなさい。ちょっと電話に出るわ。やはりキム目当てか警備員と聞いて言い訳して逃げたな。パパ、どうしてママに警備員だって嘘ついたの？ママが逃げちゃったらどうするの？人、俺はお前の父親だぞ。どうして彼女の肩ばかり持つんだ。もし悪い奴で、わざと近づいてきたらどうする？もしもし？お世話になっております。白石様、面接の評価は高かったのですが、黒川への入社には市内の戸籍が必要です。3日以内に市内の戸籍を用意できれば採用いたします。そうですか。黒川様、市内の戸籍はお持ちですか？パパはもちろん、ここの戸籍あるよ。それに、パパは悪い趣味もないしね。黒川様、私と結婚してくれませんか？結婚？ちょっと急すぎないか？確かにちょっと急ですね。俺はしがない警備員で、月給も60万や、6万だ。6万？それなら十分ですよ。私が清掃員になれば、2人の給料合わせて10万になりますし、清掃員と警備員、お似合いですよ。車も家もないし、毎日バス通勤だよ。車がなくても大丈夫ですよ。今はエコ内動が推奨されてますし、運動だと思えばいいんです。でも、家がないのは、家がなければ借りればいいんです。シェアは薄にすれば節約できるし、その分のお金を将来の子供の教育費に回せます。都会の教育費は高いですから。正直に言うと、今日初めて会ったばかりだけど、本当にひとくんのことが好きなんです。すごく親近感が湧いて、もっと仲良くなりたいって思って。でも、結婚は慎重に考えるべきことですから。お返事待ってますね。その口車に乗って、良い妻ぶるのはやめろ。言っておくが、お前と結婚する気はない。承諾しないって言ってなかった？正直、ちょっと緊張するね。結婚で緊張することなんてないだろ。ハルトのやつが無理やり進めただけだ。そっか。あなたは再婚だもんね。はい、お二人とも笑ってください。もう少し近づいていいですね。結婚したんだし、とりあえず連絡先交換しない？ああ。このポンコツスマホ、後で絶対買い替えてやる。この後、一緒に買い物行かない？
ついに尻尾を出したな。ねえ、ハルトには何色がいいと思う？ハルトにスマートウォッチを買うために俺を誘ったのか。違うわよ。そんなに単純な話じゃないと思ってたよ。人へのプレゼントの他に自分のスマホも買い替えたいの。じゃなきゃ何のために誘おうと思ったの？いや、何でもない。人はよく走り回るから、GPS 付きならもう家で山いごの心配はないわ。この時計、包んでちょうだい。かしこまりました。合計980円になります。お支払いはどうなさいますか？この時計、意外と高いのね。割引とかできない？高いなら買わなくて結構です。なんだその態度は。店長を呼べ。こういう態度ですが、何か？あなた誰ですか？店長に会いたいだなんて。もういいわよ。せっかく選んだんだから、カードで払うわ。ママ。あら、人、どうしてきたの？ママに会いたかったから、このスマホいいな。パパ買ってママにプレゼントしてよ。ママが使ってるの。まだ古いスマホだよ。ククロカワ。店長と知り合いなの？知らないよ。俺が店長と知り合いなわけないだろ。奥で品出しでもしてなさい。店長が私を店頭に立たせろって言ったんじゃ。そんなことはいいの。お客様、何かお探しでしょうか？最新のスマホをママに見せて。お目が高いわね。こちらの最高級モデル。今なら19万9990日元です。20万日元？高すぎるわ。無理。買えないわ。先ほど10日元の時計を買われましたよね。当店の10万日元目のお客様です。10万日元の製品をどれでもお選びいただけます。ママつけて。どうして私のこと同じあざがあるの？人のあざは生まれつきなの？ハルトのあざって生まれた時からあるの？確か違うな。あの子のは、親と離婚した後にできたと思う。ミサキったら、もう幻想を抱くのがやめなさい。この子に恥分のお母さんがいるし、あざも生まれつきじゃない。あなたの子なわけないじゃない。もしもし白石様、いつ内見にいらっしゃいますか？こちらで 3LDK の物件を押さえてあります。はい。後で伺います。ハルト、一緒に新しいお家を見に行こうか。もう一緒に住むのか。結婚したんだから、一緒に住むのは当然でしょ？シェアした方が節約にもなるし。後で私の値切り交渉を見て、しっかり勉強してね。行くよ。どうですかお客様。こちらの物件なかなかいいでしょ？ええ、悪くないわね。この物件は環境が良くて、周りに小動物がたくさんいるんですよ。おじさん、ネズミさんのこと？さっき17見たよ。坊や適当なこと言っちゃダメだよ。お兄さん、この物件、何か割引はないんですか？やめてよ。この物件の家賃は、たったの3万日元ですよ。いやお兄さん、この物件その価値ないでしょ。建物は古いし、交通の便も悪いし、夜は電車の音を聞きながら寝なきゃいけない。私たち、そんなに騙されやすそうに見えます？どいつもこいつも立派な服着て、美男美女かと思ったら、ただの貧乏人か。お金がないなら部屋なんか借りるな。口の利き方に気をつけろ。クレーム入れるぞ。サノイダクリプトケーツ。どうしよう。3LDK の部屋を借りるのってこんなに難しいの？大丈夫だよママ。僕がおじいちゃんに電話して家をプレゼントしてもらうね。おじいちゃん、そんなにすごいの？実は、うちの父はアルツは今で、暇な時は子供と社長のショートドラマを見てるんだ。すぐ何百億円も稼ぐようなやつをね。仕事もして家の世話もして、本当に大変だったね。でもこれからは私がいるから、家のことは安心して。大丈夫。ここがダメでも、別の不動産、家に次を案内してもらおう。わかった。あ、そうだ。条件にぴったりの部屋、心当たりがあるよ。本当？もちろん、うち見を楽しみに待っててよ。絶対気に入るから。
うん。行こう。佐藤、ちょっと頼みがある。はい。最近スピード結婚したが、相手は裕福じゃない。身分を隠したいんだ。彼女に貸し出すんだ。わかったか。社長、本当にやることが極端ですね。スピード結婚するだけでなく、身分まで隠すなんてそれはいいとして、ご自身の家を奥様に貸し出せと言うんですか？ボーナスに倍だ。はあ、5年前のパーティーで私が目を離さなければ、坊ちゃんに結婚をせかされたり、スピード結婚したりすることもなかったのに。なぜか彼女にどこか見覚えがある気がするんだ。ママ、安心して、パパとはまだ愛情がなくても、これからゆっくり育てていけばいいんだよ。これからは、僕がママを守るからね。いい子ね。さあ食べて。はぁ。私の子が無事に育っていたら、きっとこんな風に話しかけてくれたんだろうな。おいしい？わあ、このキッチン広すぎ。このコンダも輸入品だわ。大家さん、太っ腹だね。これから家でも存分料理できるわ。どう？この家、絶対気に入るって言っただろ。うん。ねえ、ここの大家さん、頭おかしいんじゃない？ 2 万円でこんないい家を貸してくれるなんて。それは分かってないな。家っていうのはね、人が住んでこそ維持できるんだよ。多分大家さんは家が多すぎて管理しきれないから、俺たちに貸したんだよ。はあ、お金持ちの世界はわからないわ。はあ、俺にもわからないよ。ほら、これ。新居の生活は大掃除から始めよう。よし。俺今夜どこで寝るの？もちろん私とでしょ。え？君と寝るの？私たち夫婦なんだから、一緒に寝ないなんておかしいでしょ。ああ、一理ある。あ、そうだ人、夜布団蹴るだろ。そう、俺が面倒見ないと。パパ、僕もうずーっと一人で寝てるでしょ？もう5歳なんだよ。この前悪夢見て俺の部屋に駆け込んできたのは誰だ？あれは雷が鳴ってたからだもん。今日は鳴ってないから。僕一人で大きいベッドで寝る。ママおやすみ。パパおやすみ。おい待て。戻ってこい、戻ってこい。ははは。じゃあ。何緊張してるのよ。取って食ったりしないわよ。緊張なんてしてないよ。はは。何ぼーっとしてるの？はい、行って手伝ってよ。あ、うん。そうた、何か変なこと考えてない？え？考えてないよ。絶対考えてない。あなた。ベッドはもう温まってるわよ。左と右、どっちに寝る？ストップ！ベッドの準備できたわ。左と右、どっちにする？え？左？それとも、右？こっち。うん。じゃああなたがこっちで、私がそっちね。布団は別々で、干渉しないってことで。パパとママ、今何してるのかな？まあ、いっか。同じ部屋で寝てるし、すぐ妹ができるよね。ママの言う通り、うちも新しいスタートだね。こんなに気持ちよく寝たの久しぶり。
なんで男がいるの？あ、忘れてた。私結婚したんだった。白石美咲、何セクハラしてんだよ。誤解です。スマホを探してただけ。美咲ちゃん、初日なのに元気があっていいわね。まずはあなたが担当するエリアと業務について話すわね。はい、佐藤さん、お願いします。あなたは15階のデザイン部の清掃担当よ。デザイン部は重要で、最近社長が視察によく来るらしいから気をつけてね。はい、覚えておきます。佐藤さん、覚えておきます。今日、デザイン部の四半期報告は何時からだ？ 10時半です。あと40分あります。黒川社長、先にデザイン部を見回りましょうか。行こう。社長。変ね。今、ソーダの声がしたような気のせいか。社長、なんで逃げるんですか？そんなに見バレが怖いんですか？なんで妻がここに？私に聞かれても、一緒に住んでるんじゃないですか？清掃員とは聞いていたが、黒川で働いてるなんて聞いてないぞ。じゃあどうしますか？デザイン部には行きますか？行かない。デザイン部の責任者を直接来たさせろ。じゃあ社長、どうやって上に行きますか？どうやって階段だよ。結婚しただけなのになんでこんなに疲れるんだ。社長、それが愛ですよ。愛と肌まることだ。ねえ、そこの清掃員、ちょっと来て。私のことですか？他に誰がいるの？どんなモップのかけ方してんの？私の靴が水浸しじゃない。デザイン部には特殊な生地が多いから、湿気は厳禁なの。清掃員のくせに常識もないの？でも、水を使わないと綺麗にならないじゃないですか。知らないなら、少しは頭を使って考えなさいよ。清掃員ってこれだから嫌なのよね。毎日サボってて、祈祷に時間だけ潰してさ。美咲我慢よ。今日は初日なんだから、揉め事を起こしちゃダメ。あちらはもう拭きましたけど、ご不満ならもう一度拭きます。口答えする気？その汚いマスクを外してからは、なしなさいよ。これで満足ですか？満足なら仕事に戻ります。私が誰だか分かってんの？あんたの主任に言って、クビにさせるわよ。サプライズで？主任に言ってクビにさせてやろうか。500万で一つ頼みがあるわ。その子の出生情報を書き換えて。でもそれは違法です。警察に通報しますよ。500万。今のあなたなら、損のない取引でしょ？青木さん、あなたの借金取りは、私ほど気が長くないわよ。わけわかんない。さっきまであんなに怒ってたのに、私の顔を見た途端、幽霊でも見たみたいな顔して。私って、そんなにひどい顔してる？ん？もしもし？どちら様？もしもし、私、5年前の病院の。この番号にはかけないでって言ったわよね。わかってる。でも大変なの。あの女、白石美咲が黒川で働き始めたの。今日デザイン部で彼女を見たの。そう？今日この目で見たのよ。あんな近くにいて、もし何か調べられたら、もし私だって気づかれたらどうしよう。気づかれてどうだって言うの？彼女に証拠でもあるの？いつからそんなに臆病になったの？ご改ざんさせた時は、あんなに手際が良かったじゃない。
黒川に来たのは何か目的があるんじゃ？彼女の目的はどうでもいいわ。重要なのは5年前に彼女を消せたように今も同じことができるってことよ。もしもし？もしもし？白石美咲、今の私の生活を絶対に壊させたりしない。何か忘れたと思ったら、よりによってデザイン部にバケツを置き忘れるなんて。蹴られてなくてよかった。大量の生地をダメにしたら弁償できないよ。白姿見覚えがあるけど、誰だか思い出せないな。もしもし、ハルトくん。ママに会いたくなったの？ビンゴ！ママ大正解？ママとハルトは非心霊心だね。帰ったらスペアリブのスープを作ってあげるね。うん、ママ待ってるよ。なんでどこにでもいるの？白石美咲。でも、自分から飛び込んでくるなんてね。ママ、まだハルトのお腹が歌ってるよ。お腹が歌ってるの？何の歌を歌ってるのかな？ハルトが自分で作ったの。じゃあ、ママ急がないとね。じゃないとハルトのお腹がコンサート開いちゃうね。今日の仕事は順調だった？まあまあかな。ちょっと変なデザイナーに会ったの。朝はすごく怖かったのに、私の顔を見た途端、顔面蒼白になって怖がって逃げ出しちゃったの。どうして？ママが怒ったの？ママもなんでかわからないの。ママの顔を見て急に怖がったのよ。幽霊でも見たみたいに。じゃあ絶対に悪いことをしたんだよ。先生が悪いことをした人は怖がるって言ってたもん。そうでしょ？どういうこと？清掃員が？彼女がやったの？どうなってるの？まさか、清掃員がやったの？よくそんなことできたわね。本当よ。どうしてそんなことを？彼女がやったっていうの？清掃員よ。清掃員なんて、ただの隠れ蓑でしょ。サーバーログを調べたら、昨夜コアデータへの不正アクセスがあって、四半期分の設計図が全部削除されてたわ。終わった。四半期分が全部パーよ。私たちの仕事どうなるの？仕事の心配より、早く犯人を見つけないと。じゃないと私たち全員、帰国席に座らされるわよ。慌ててくれた方が、こっちは都合がいいわ。廊下の防犯カメラを確認したの。一部映像が消えてたから、今朝入退室記録も調べたわ。そしたらどうだったと思う？昨夜8時半、彼女の ID カードでデザイン部に入室してる。しかも、資料室のアクセス履歴に不正な記録があったわ。昨夜8時半、デザイン部を開けたのは彼女の ID カードよ。しかも資料室には不正アクセスの記録が残ってたわ。昨夜確かにデザイン部に行きましたけど、掃除で忘れたバケツを取りに行っただけです。は？バケツを取りに？そんな馬鹿げた言い訳、私たちを3歳児だと思ってるの？デザイン部のものに一切触れてないし、資料室にも行ってません。あなたこそ、青木デザイナー。昨日の夜、資料室の前で何をしてたんですか？今度は私に噛みつく気？私は会社のシニアエンジニアで、もともとアクセス権限があるの。わざわざ不正アクセスするわけないでしょ。どうしてすべての防犯カメラを確認しないんですか？映像の一部だけで、私がデータを消したと決めつけるなんて。昨夜は防犯カメラのシステム面でナンスがあって、途中のデータが欠落しているの。それがなければ、とっくに犯人を捕まえてるわ。それに、あなたには自分の潔白を証明する証拠もないでしょ。私は絶対にデータを消したりしていません。それが何なのかすらわからないのに、どうして消すんですか？どうして？あなたがリバル会社から送り込まれた産業スパイだからよ。清掃員っていう身分は便利よね。床掃除のおばさんを疑う人はいないもの。黒川に潜り込んでデータを盗み、データを消去して、うちのブランドの信用を落とすのが目的でしょ。私の言った通りよね。黒川に潜り込んだのは、データを盗んで消して、ブランドの信用を落とすためでしょ。私の言った通りよね。彼女は、確かに真珠の清掃員みたい。入ってすぐこんなことになるなんて。青木デザイナーの言う通りね。清掃員が夜遅くにで、財務部の資料室に行くなんて、絶対何か企んでる。違います。話を聞いてください。いいわ、静かにして。警備員は？彼女を警備室に連れて行って警察に通報して。触らないで、自分で歩きます。でも、私は絶対にやっていません。身の潔白は証明されます。本当に往生際が悪いわね。ここまで来ても、まだ強がるつもり？最後にもう一度言います。
私は図面データを消していません。私のスマホでもバッグでも何でも調べてください。私には動機もないし、そんなことをするの右力もありません。自分がスパイだと認めるスパイがどこにいるの？もういいわ。連れてって。彼女だ。青木玲奈が図面を消して私に濡れ衣を着せたんだ。昨夜の後ろ姿は彼女だった。でも証拠がない。言っても誰も信じてくれない。社長、デザイン部で問題が、昨夜コアデータが不正アクセスされ、1シーズン分の設計図が全て削除されました。聞いた。犯人は捕まったのか？はい、奥様です。なんだと？デザイン部の青木玲奈が奥様を産業スパイだと言い張っています。入隊室記録に昨夜の履歴があるそうで、警備部に連行して通報するつもりです。美咲が産業スパイなら、黒川はもう終わりだ。とっくに敵に乗っ取られてることになるからな。これからどうしましょうか？どうするって？濡れ衣を着せられたままにはできない。消された図面は復元すればいいだけだ。匠、お前の本当の腕前を見せる時だ。社長、私が昔何をしていたか覚えていらしたんですね。ごたくはいい。復元できるか？パソコンを1台、20分で終わらせます。昔の方がお前らしかったな。まあ過去のことです。でも数件のデータ復元くらいなら余裕ですよ。ああ。昔のお前の方が自由気ままだったな。いや、昔の話ですよ。でも、削除されたデータの復元くらい俺には簡単です。匠、若い頃に無茶してハッキング技術を極めてくれて、本当に助かったよ。昔の話ですって。今はこうしておとなしく特別補佐をしてるじゃないですか。あの頃、防衛省本庁舎をハッキングした時は、ストップだ。データの復元に集中しろ。ありました。削除されたのは、昨夜の8時47分。操作された場所は資料室ではなく、デザイン部のパソコンからです。見つけました。削除時間は昨夜の8時47分。操作場所は資料庫ではなく、デザイン部内部のデスクです。つまり実際に削除したのは、別の人間ということか。入隊室記録と操作場所が一致しません。真の犯人はデザイン部の内部ネットワークを使い、その場所は青木玲奈のデスクでした。なら青木玲奈の自作自演だったのか。データの復元に早く10分かかります。先に警備部に連絡して解放させますか？解放するが急ぐ必要はない。デザイン部のあの張本人には、もう少し調子に乗らせておけ。すべての証拠を握ったら、青木玲奈には必ず相応の罰を受けさせてやる。引っ張らないで、自分で歩けるから。おっと。美咲姉さん、座って座って。ソータさんが全部話してくれましたよ。絶対冤罪だって。そうよ。私がデザイン部の図面を消してどうするのよ。どういうことだ？連れてきたのは会社の財産を損壊した重要容疑者じゃないのか？お前らまだ知らないのか？さっき隊長が電話を受けたんだよ。黒川社長からの直接の電話だ。黒川社長？社長ね。おい、声が大きい。社長が電話で、この美咲姉さん恥分の身内だから、兵長に扱えって。それに、彼女が産業スパイであるはずがないとも言ってた。この姉さん何者なんだ？社長が直々に気にかけるなんて。あの人何者なんだ？黒川社長が直々に気にかけてた。何者かはともかく、とにかく大物だ。おかしいわね。さっきデザイン部では犯人扱いだったのに、警備室に来たら VIP 待遇なんて。ソータさん？どのソータさん？美咲姉さん、ソータさんがここで安心して待っててくれって。すぐに解決するから。ソータさんって、もしかして黒川ソータのこと？美咲姉さん、彼のこと知ってるんですか？ええ、当然知ってるわよ。私の夫だもの、知らないわけないでしょ。まさか警備員の中で、ちょっとしたリーダーだなんて。ねえ、その反応を見ると、彼って普段から人望があるのね。うん。まあ。人望ってそりゃ社長ですからね。この会社は全部彼のものですし。社長から、今はまだ身分を明かすなって言われてなければ。顔が広い。社長ですよ。この会社は全部彼のもので、社長が当分身分を明かすなと言わなければ。そうそう。サクトシさんは顔が広くて実力もあるから、警備部でも発言力があるんです。普段は普通な感じなのに、仕事では結構顔が利くのね。普通？そうですね。会社全体を管理してるだけですけどね。
黙れ。何か言った？何も。アクトシさんは、すごく優秀だと言ったんです。うちのサヨトトシが警備部でこんなに顔が利くとはね。電話一本で助け出してくれるなんて、帰ったらうんと褒めてあげなきゃ。青木エンジニア、今回は、本当に助かったわ。そうよ、産業スパイガメの前にいたなんてちょっとするわ。青木エンジニア派大活躍だったし、会社も絶対ご褒美をくれるわよ。大げさよ。当然のことをしただけ。デザイン部でこんな大事件が起きて、一四半期分のデータが消されて、私も心が痛かったから。黒川社長、どうしてわざわざ起こしに？これ式のこと、私が処理しますので。これ式のこと？設計図が削除されたのが些細なことだというのか。黒川社長、ご安心ください。容疑者はすでに抑えてあります。我々で財務は調査に全力で協力します。全力で協力だと、この中二次作事縁をしている者がいるようだがな。皆様ご覧ください。これは昨夜のデータベースサーバーのアクセスログです。削除操作は20ジョン17分。操作元の1波社内。具体的には青木デザイナーのデスクからです。この IP アドレスはデザイン部の内部ネットワークで、具体的に言うと、青木デザイナーの席です。そんなのありえない。誰かが私を陥れようとしてるんだわ。私の位置情報が盗まれたに決まってる。昨夜21時50分に削除が完了し、その3分後、あなたのスマホからが、イブヘ暗号化ファイルが送信されました。サイズ波約4、7GB、まさに削除された設計図です。受信先を、今ここで調べましょうか。一石二鳥の計略見事だな。会社のデータを消しつつ、身代わりまで用意するとは。私はデザイン部の人間よ。設計図を削除する理由なんてないわ。黒川社長、すぐに警察に通報します。もう通報した。黒川社長、すぐに通報します。もう通報した。青木玲奈さんはどちらですか？黒川社長、私はやらされたんです。誰かに指示されたんです。言いたいことは警察に言え。黒川社長、黒川社長、黒川社長！今期のデザイン図面のデータは、佐藤と区別補正が復元した。誰かに完全性を確認させろ。それから、監視システムとセキュリティゲートの権限は、今日からすべて再審査だ。はい。黒川社長、ご安心ください。すぐに手配します。社長、これからどこへ？妻を迎えに。ママは権力に屈せず、データは消してないってきっぱり言ってやったのよ。でも全然信じてくれなくてね。それからそれでママは警備部に連れて行かれたの。でもパパが結構顔が広くてね。警備部では快適に過ごせたのよ。パパが帰ってきた。へへ。おかえり。うん。サプライズ。わあ。お花買ってきてくれたの。美しくて優しい白石様が会社の不当な扱い。で傷ついた心を癒すためだよ。お花、なんて買ってくれたの？美しくて優しい白石様が会社で不当な扱いを受けて傷ついた心を癒すためだよ。お花、高かったでしょ？いや、高くないよ。9990円だ。9990円もして高くないの？これ、今から返品できる？ああ、いや、違うんだ。この花の品種が9990って名前で、これ安いんだよ。共同購入で買って99円だったんだ。99円でも安くないわよ。もう、次からは無駄遣いしちゃダメだからね。あなた、何か私に隠し事してない？ないよ。君に隠し事なんてするわけないだろ。ん？本当に話すつもりないの？なあ、確かに隠すべきじゃなかった。確かに昇進のことまで隠すべきじゃないわよ。じゃなきゃ、なんで警備部の人があんなに丁寧なの？はは、俺が警備班長に昇進したことだな。昇進したばかりで、まだ言う暇がなかったんだ。本当に言う暇がなかっただけ？本当だよ。言う暇がなかっただけだ。うん。
この胸元の装飾、ちょっと多すぎじゃない？ボタンの間隔が狭すぎて手に当たる気がする。襟をもう1センチ開けてゆとりを持たせれば、着心地も良くて綺麗に見えるはず。人を返して。パパとママ、恥ずかしい。大丈夫か？うん、大丈夫。これは何だ？ああ、それはデザイン部で見かけて、ちょっと遊びで直しただけ。これ、デザイン部で見かけて、ちょっと遊びで直してみただけ。ほう。この服のデザインのポイントはこの前立てと、この襟だな。複雑な前立てには、窮屈な襟は合わせられないからな。ここで襟周りにゆとりを持たせることで、服が呼吸できるようになってる。デザことあるの？ないわよ。小さい頃にお母さんに服作りを教わっただけ。服作り？うん。服作りで一番大事なのは、フィット感よ。どこを締めて、どこを緩めるか。全部理屈があるの。今日この図面を見て、前立てが詰まりすぎだし、襟も窮屈だと思ったの。こんな窮屈な服じゃ、着心地が悪いわ。その感覚は本当に正確だな。多くのデザイナーより進むよ。良い製品のポイントは、結局使いやすさにあるんだ。裁縫から得たその理屈は、デザインの理念と通じているんだよ。あなた、デザインもわかるの？どの仕事も通じるところがあるんだよ。例えば俺のこの警備員の仕事と、デザイナーも関連があるってことさ。このデザインのラフ、デザイン部の参考にしてもらったらどうかな。でも、適当に描いただけだし、プロには絶対かなわないよ。そんなことない。黒にないのは君みたいな直感なんだ。理論より貴重な時もある。美咲、本格的にデザインを勉強してみないか？本当に才能があると思うんだ。ええ、私なんかにできるかな？絶対できるよ。俺は君を信じてる。青木玲奈が捕まったらしいわね。本当に使えない。でもしっかり見張ってて、全部ばらされたら厄介だから。白石美咲、ただのホテルのウェイトレスのくせに、なんでハソフト氏に気に入られてるの？私には指一本触れないのに。でもいいわ。これからたっぷり遊んであげる。子供のこと5年前は守れなかったけど、5年後の今はどうかし。佐藤と区別をさ。妻に本当の正体を明かした方がいいと思うか？佐藤匠。社長、呼びましたか？さっき、とても重要な問題を考えていまして。パズルゲームのクリア方法をな。さすが社長。それで、先ほどなんと、今回は真面目に聞きますので、美咲に、俺が黒川グループの社長だってことを言うべきかどうかってことだ。それですか。もう3日も悩んでるのに、まだ悩んでるんですか？それですかとは何だ。とても重要なことだぞ。はいはい、重要ですね。それで、何を心配してるんです？第一に、お見合いの時からずっとただの警備員だと長今嘘をついてきた。突然本当の正体を知ったら、ずっとからかわれていたと思うんじゃないか。第二に、彼女の性格からして、俺が社長だと知ったら不釣り合いだと思って逃げ出すんじゃないか。彼女の性格からして、僕が社長だと知ったら、自分は不釣り合いだと思って逃げ出すんじゃないか。社長、先に一つ質問に答えていただけますか？奥様は、お金で人を選ぶような方ですか？もちろん違う。ですよね。なら、あなたが社長かどうか気にしますか？おそらく気にしない。その通りです。だから問題はあなたが社長かどうかではなく、なぜ隠していたのかです。理由をちゃんと説明しないと。理由は、
彼女がお金目当てじゃないかと疑ってたからだ。彼女が俺の金目当てじゃないかと心配だったからだ。いや、ストレートすぎます。もっと心に響くように、例えば、美咲初めて君に会った時、俺が着ているスーツのブランドすら分かっていなかったね。村の入り口にある夏目の木に、今年はどれだけ実がなったかっては、なしをしてくれた。俺を普通の人間として見てくれる人には、今までで会ったことがなかったんだ。黒川グループ社長という肩書きを、俺たちの間にはさみたくなかった、とか。おい、それどのドラマのパクリだ。それはどうでもいいんです。大事なのはこのアプローチです。打ち明けるときは絶対に、俺は金持ちだ、なんて言わないでください。騙しててごめん。でも君への気持ちは本物だ、って言うんです。まず謝罪、次に説明、最後に今後は二度と隠し事をしないと約束する。この順番は絶対です。他にアドバイスは？はい、打ち明けた後、彼女がどんな反応をしても、二度目の言い訳はしないでください。彼女に質問させ、感情を吐き出させ、社長はただ聞いてください。女性が求めているのは理屈ではなく、態度なんです。わかった。雪が溶け始め、広い緑の野原が現れました。夜明け頃、バンビは一人で森の中を歩いていました。遠くないところに、一頭の鹿が見えました。ハルト、寝た？ああ、今寝たところ。美咲。じゃあ、私たちも寝よう。ああ、今日仕事で無理しちゃったみたいで腰が痛いの。後で少し揉んでくれない？腰を痛めたのか？すぐ病院に行かないと。黒川さん、昇進したからってすぐ贅沢な癖をつけないでくれる？ちょっとねじっただけよ。腰が折れたわけじゃないのに、病院なんて行かないわ。わかった。じゃあ先に揉んでみるけど、それでも痛むようなら、必ず病院に行くんだよ。上がってよ。上がらないとマッサージできないでしょ。美咲、やっぱり病院に行こうか。君の体を痛めそうで怖いよ。もう早くしてよ。マッサージするだけでぐずぐずしないで。ちょっと、痛い痛い痛い！ご飯食べてないの？まだ技を一つも出してないのに。え、何って？俺のマッサージの技をまだ一つも出してないって言ったんだよ。これを試してみて。うんうん。これとあともう一つ。もういいって。コンフィデンス、クエスチョニングトーン、どう？助けて！社長、おはようございます。その顔色、昨晩もうまくいきませんでしたか？チャンスすらなかった。どうしてですか？子供を寝かしつけたら打ち明けるって。その後腰が痛いって言うから、マッサージしてやったんだ。はあ、それで？揉みながら心の中で練習してて、リラックスした暇にいようとしたら。どうなったんですか？寝落ちした上に、いびきまでかいてた。笑いたきゃ笑え。あははは、社長、あんなに準備したのに寝られちゃったんですね。昼間あんなに疲れてるんだ。仕方ないだろう。揺り起こして話がある。なんて言えない。じゃあ今夜また挑戦しますか？はあ、様子を見よう。じゃあ今夜も続けますか？はあ、後で考えよう。そうだ、もう一つ頼みたいことがある。おっしゃってください。デザイン部は人手不足だろう。デザイナーアシスタントのポストを新設する。奥様を生かせると？彼女はまだ清掃員だ。前に描いたラフが、君も見たろ。才能がある。その才能を机拭きや掃除に無駄にさせるわけにはいかない。ああ、そうだ。
普通の面接を受けさせろ。社長が直接おっしゃればデザイン部も断れませんよ。美咲はコネを絶対に嫌がる。わかりました。今すぐで、ザイン部の高橋と話してきます。社長は奥様にお優しいですね。そうか。できることをしてるだけだ。ひゃー。ママ、ハルトびっくりしたよ。ハルト、ママ採用されたよ。デザイナーアシスタントになるの。ああ、ママすごい。当然よ。デザイナーアシスタントになるんだから。美咲、おめでとう。あなた聞いた？デザインの仕事に転職するの。ああ、君ならできるって最初から信じてたよ。ハルト、ママがいっぱい稼ぐようになったら、何でも好きなもの買ってあげるからね。鍋でも焼肉でも和食でも、バイキングでも、全部買ってあげる。じゃあ、ハルト、アイスクリーム鍋が食べたい。アイスクリーム鍋？何それ？まあいいや、買ってあげる。ママ、全部買ってあげる。じゃあ、パパは？パパはもちろん、私たちの荷物持ちよ。おいおい、俺の肩以内の地位はそれだけか。どうしたの？私とハルトの荷物持ちするの嫌なの？そうだよ、そうだよ。パパ大事にしなきゃ。わかったよ。パパ大事にするよ。じゃあ君たちは美味しいものを食べて、俺は荷物持ちと支払い担当だ。はははは。あなた、出勤するのにアシスタントが清掃服じゃダメよね。これどう？わあ。どうしたの？変かな？すごく似合ってるよ。ママはもともと女神様だもん。ハルトはなんて口がうまいの？蜂蜜でも舐めた？本当のことだよ。ママ、歯テレビのおばさんよりも綺麗だもん。はいはい、もう行くね。初日から遅刻できないし、2人とも早く朝ごはん食べてね。美咲初日だからって緊張するなよ。あ、もしデザイン部でいじめられたら、俺に言えよ。言ってどうなるの？もうはいはい、行ってきます。何考えてるんだ？パパ、一つ考えてたんだ。何をだよ。ママは綺麗で、服も作れるし、背も描ける。パパはお金があるだけで、ママに釣り合わないみたい。お母さんはあんなに綺麗で、服も作れるし絵も描ける。パパはお金がある以外、ママには釣り合わないみたい。ママは料理も掃除もデザインもできるし、お話も上手。パパはお金がある以外、何ができるの？お金を稼げるし、お話だってできるぞ。でも先生がお金がすべてじゃないって。はぁ。じゃあパパに教えてくれ。パパには他に何ができる？思いつかない。パパのこの顔をよく見てみろ。ニキビがある。これはな、超絶イケメンって言うんだ。この顔があれば、ママに十分釣り合うだろ。パパ、うぬぼれすぎ。時にはうぬぼれることも必要なんだ。大人になればわかるさ。さあ食べなさい。あら、白石美咲じゃない？こんにちは。どこかでお会いしましたか？あなたは私を知らないだろうけど、私は知ってるわ。うちの父は、松本圭一グラ、ドミズホホテルのマネージャーよ。5年前のパーティーで、お皿を運んでたあなたに、ケーキを取ってきてもらったわ。ああ、松本マネージャーのお嬢さんでしたか。あなたもで、財務で働いているんですか？当然よ。
私みたいにイギリスでデザインを学んだ人間は、黒川で働くに決まってるわ。聞くところによると、黒川で清掃員もやってたんだって。以前は清掃員をしていましたが、今はデザイナーアシスタントです。お皿は小火の清掃員にデザインができるの？ペンタブを触ったことはある？色彩構成ってわかる？そもそも PS の使い方すら知らないんじゃない？ PS の使い方すら知らないんじゃない？松本さん、あなたが言ったことは習ってないけど、一つわかることがあるわ。デザインは技術の見せびらかしじゃない。今日あなたが着てるそのスカート、襟元が高くて、ウエストがタイトで、そのネックレスを合わせるしかない。綺麗は綺麗だけど、着心地はいいの？清掃員風情に何がわかるって言うのよ。インターンが終わって残れるのは一人だけ。それは絶対に私よ。荷物まとめて出ていく準備でもしておくことね。じゃあ実力で勝負しましょう。企画がいい方が残るってことで。違う。これは A ラインなのに、どうして B ラインにかかってるの？やばい。A ラインと B ラインをごちゃ混ぜにしちゃった。今日の午後ディレクターのチェックがあるのに、これがバレたら私のインターンは終わりだわ。白石美咲、どういうこと？このサンプル、あなたが整理したんでしょ？ A ラインと B ラインが全部混ざってるじゃない。このサンプル整理したのあなたでしょ？ A ラインと B ラインが混ざってるわ。サンプルには触ってませんよ。今日初めてここに来たんですから。もうすぐディレクターが来るのに、これじゃクライアントにどう説明するの？どうしたの？高橋ディレクター、ちょうどよかったです。コンサンプルを整理してから、A ラインと B ラインが混ざってるのに気づいて、昨日私が整理した時は完璧だったのに、今日は久関さんがここに入ってから全部めちゃくちゃになったんです。高橋ディレクター、私はサンプルを散らかしていません。今日は下のアクセサリーサンプルの担当で、服のサンプルには触れていません。触ってないって言えば済むの？誰が証明できるの？ここにいたのはあなただけでしょ？触ってないって誰が証明するの？ここにいるのはあなただけよ。高橋ディレクター、これは私が今日サンプル室にはいる前に撮った写真です。私がはいる前からすでに散らかっていました。それに高橋ディレクター、このサンプルには配送ラベルがあり、昨日の午後となっています。昨日とどいたばかりだということです。ミスをしたのは昨日整理を担当した人しかありえません。松本さん。昨日サンプルの整理を担当したのはあなたね。確かに昨日整理したのは私ですが、リスト通りにやりました。リスト自体に問題があったのかもしれません。ミスをするのは構わないけど、同僚に罪をなすりつけるのは絶対に許されないわ。今回のインターン評価は10点減点します。高橋ディレクター、私は。今回のインターン評価80点減点よ。高橋ディレクター、私は。いいわけはいいわ。今の最優先時、こうはサンプルの再分類よ。白石さん。あなたが再整理を担当して30分後には、正しい陳列を見せてちょうだい。はい、高橋ディレクター。調子に乗らないで、まだこれからよ。松本さん、人を陥れることを考えるより、自分を成長させることに力を注ぐべきよ。覚えてなさい。ママ、すごくいい匂いがするね。ちょっと味見してみてくれる？ママ、すっごく美味しいよ。人が気に入ってくれてよかった。今日市場に行ったら、海鮮がすごく新鮮だったから、人とパパにごちそうを作ろうと思って、ここでいい子にして待っててね。ママすぐに作るから。わかったママ。もしもし、あなた、
いつ帰るの？今日新鮮なエビを買ったの。もうすぐ着くよ。そうだ。人にエビ食べさせてないよな。海鮮アレルギーなんだぞ。さっき一つ食べさせちゃった。人。三崎春人の具合はどう？ごめんなさい。殺と嫉妬もよかいアレルギーだなんて知らなくて。いいんだ。俺のせいだ。ちゃんと伝えてなかったから。私のせいよ。人をちゃんと見てなかったから。先生、うちの人はどうですか？幸い食べた量が少なく、搬送も早かったので、吐かせてすでに出し切ったので、もう問題ありません。帰宅後はしばらく、消化の良い食事にしてください。よかった。人が無事で。本当によかった。ありがとうございます。ええ。サフトシ、久しぶり？あなた、この人は？自己紹介するわね。私は村上直子。ハズフトシの元三つまで、人の葉は親よ。ソータの元質まで、ハルトの葉は親です。ソータ、ハルトの具合はどう？アレルギーで病院には拒ばれたって聞いて、食事会から飛んできたの。いつ帰国したんだ？少し前よ。ずっと伝える時間がなくて。白石さん、旦那さんを少しお借りしてもいいかしら。個人的な話があるの。あなた、村上さんも久しぶりだから、積もる話があるでしょ？先に話してて、私、ハルトを見てくるわ。一体何のつもりだ？だから言ったでしょ？少し話したいだけよ。人のこと、そして私たちのことをね。それに、人にママは歯を作ったことも聞いてないわよ。美咲はママ母じゃない。人の母親だ。ジャフと七のつながりは、あなたが決められることじゃないわ。美咲。起きてるんだろう。美咲。何か俺に言いたいことない？何よ？疲れてるの。寝かせて。君がないなら俺が言う。一つ聞きたいんだけど、なんで今日病院で俺を村上さんに押し付けたんだ？よくあんなことできたね。二人きりで俺がどれだけ気まずかったか。旦那を貸してって言われて、本当に俺を貸すなんて。何を考えてたんだよ。美咲、何か言ってくれよ。そんな態度されると不安になる。彼女と話すことがあったんでしょ？私がいたら邪魔でしょ？誰が話すって、断ろうとしたのにあっという間に逃げただろう。ウサギより早くて引き止められなかったよ。美咲。美咲。寝たのか？すみません。5年前のカルテを調べたいんですが。5年前？入院ですか？外来ですか？入院です。5年前にこちらの病院で出産しました。身分証はお持ちですか？はい。確かに5年前に当院での受診記録はありますが、出産に関する情報がありませんね。情報がない？それ、どういうことですか？おそらく出産された頃にシステムの大規模なアップデートがありまして、その際トラブルが起きて、移行中に一部のデータが消えてしまったんです。消えた？どうしてそんなことに？本来ならありえないのですが、データ移行を担当したが、イブのスタッフがミスをしてしまい、気づいた時には
旧システムが停止していて、元のデータも。じゃあ、紙のカルテは、紙の記録は残ってないんですか？じゃあ、紙のカルテは、この病院には紙のカルテの保存はないんですか？その時の入院カルテの紙版は規定により電子カゴにすべては記されました。当時、システム移行でデータはすべて移されたと思い、紙の原本は残していなかったんです。後で不完全だとわかりました。他に調べられる情報はありませんか？当時の看護師の記録とか、退院記録とか、少しの情報でもいいんです。お気持ちはわかりますが、当時の産婦人科の情報で今わかるのは、診察番号だけなんです。具体的な内容や子供の出生記録、あなたの入院記録などはもう一切調べられません。当時の先生や看護師の名前すら覚えていないのに。お嬢さん。私ですか？先ほど資料室ではなしていたこと、聞こえちゃって、5年前の出産記録を探しているんですか？はい。何かご存知なんですか？私はこの病院で15年働いていて、5年前も産婦人科にいました。先ほどおっしゃっていたシステムのアップグレード、少し覚えています。当時のことを覚えているんですか？あの時のアップグレードは病院がやったのではなく、外部の技術会社に委託されたんです。当時、若い女性のエンジニアがアップグレードを担当しに来て、彼女はうちの産婦人科にずっといて、古いカルテシステムとの連携を専門に担当していました。その人の名前は覚えていますか？名字は何だっけ？名字は？青木そう、青木です。下の名前は、よく覚えてなくて。どんな顔だったか覚えてますか？若くて20代くらい、長髪で痩せ型、黒縁メガネをかけてました。仕事は早いけど、愛想がなくて少しツンとしてましたね。綺麗な。そんな名前だった気がします。お知り合いですか？どうしてハルトは私と同じシーフードアレルギーなの？レイナが私を見た時のあの怯え方、やましいことがあるから？レイナ、まだ私に何を隠してるの？何しに来たの？私を笑いに来たの？聞きたいことがあるの。私に？あんたのせいで刑務所に入ったのに、まだ何を聞くつもり？何？ここでの暮らしぶりでも聞きたいの？何？私がここで元気にやってる神に来たの？あなたが刑務所に入ったのは会社のデータを消して私に罪を着せようとしたからよ。私のせいじゃないわ。あなたのせいじゃないって！あなたが現れなければ、私は今でも黒川のシニアエンジニアだったわ。年収数千万でみんなから尊敬されてた。全部あなたのせいよ。あなたが来てから全てが変わったの。青綺麗な、あなた本当に哀れね。私が哀れ？苦労して勉強して資格を取って下請けから正社員になって5年も耐えてやっとあの地位についたのよ。どうして私を哀れだなんて言えるの？哀れだと言ったのは、あなたが刑務所にいるからじゃないわ。今まで、一体何があなたを破滅させたのか、全くわかっていないからよ。私が陥れたと思ってるの？違うわ。最初から最後まで、全部あなた自身のせいよ。
受け取るべきじゃないお金を受け取り、するべきじゃないことをして、選ぶべきじゃない道を選んだのよ。受け取ってはいけないお金を受け取り、してはいけないことをして選んではいけない道を選んだ。5年前病院で出産データを消したのは誰かに強制されたからじゃない。あなたの欲のせいよ。その誤解者で記録や資料を消して私に濡れ衣を着せようとしたのも誰かの指示じゃない。あなたが恐れたからよ。私に暴露されるのを恐れて追い出そうとしたの。最初から最後までこの道は全部自分で選んだのよ。あなたに何がわかるの？何も知らないくせに。私が知らないことはあなたが教えてくれればいい。例えば5年前の出産記録、誰に消せと言われたの？今日は業界で有名なデザイナー、村上直子さんが定型のご相談でいらっしゃいます。村上先生、ようこそいらっしゃいました。今日はデザイン部の全員が揃っています。ご自由にご覧いただき、何かあればお申し付けください。高橋ディレクター、ご丁寧にありがとうございます。黒川のデザイン部は以前から評価しています。今回はもっとよく知って、定型の可能性を探りたいと思っています。チームの構成をご紹介しますね。こちらは、シニアデザイナーの高橋ディレクター。御社の社員を1人お借りできませんか？最近、非常に有名なアシタントが入ったと聞きました。下積みから初めて創作にとても詳しいそうですね。白石美咲のことでしょうか。彼女は確かにうちの新人です。はい、言ったばかりですが、飲み込みが早いです。ええ、彼女です。少しだけお話できませんか？時間はあまり取らせませんので。彼女と少しお話できますか？お時間は取らせませんので。ねえ、なんで村上先生が美咲のこと知ってるの？まだ入所して数日だよね。高橋ディレクターが前にはなしたんじゃない？美咲が清掃員からで、ザイナーになった話。会社で結構有名じゃん。白石さん、今日あなたに会いに来たのは、他でもないの。ただ、あの子に会いたくて。春とは私がお腹を痛めて産んだ子よ。10月10日、私のお腹にいたの。しばらくそばにいてあげられなかったけど、ずっとあの子を思っていたわ。だって、私の身の子だもの。シーフードアレルギーで入院したって聞いて、心配で夜も眠れなかったわ。村上さん、その芝居は他の人に見せたら？人がシーフードアレルギーで入院した日、あなたは病院に来たけど、廊下で私の夫と立ち話して、私に牽制して、一度も病室にはいらなかったじゃない。そしてそのまま帰った。それが思ってるってこと？それで帰ったの？それが会いたかったってこと？白石美咲、いい気にならないで。ソータと結婚して、春人にママと呼ばれてるからって、本当の母親にでもなったつもり？本当の母親じゃないけど、毎日ご飯を作って、一緒に寝て、病気の時にそばにいたのは私よ。あなたは、産んだ以外に何かしたの？白石美咲、いい気にならないで。サフト氏があなたを愛してるとでも？人の母親を探してただけで。私がいない間のただの身代わりよ。身代わり？それって私を説得したいの？それとも自分自身？それは私を説得したいの？それとも自分自身を？サフト氏とハルトからは慣れて、この5年間音信不通だったくせに、今戻ってきて彼らが幸せそうなのを見て心が乱れてるんでしょ？ハルトが私をママって呼ぶのが耐えられないんでしょ？サフト氏が私に優しいのを見て嫉妬してるんでしょ？黙りなさい。美咲、自分が守りきれるとでも思ってるの？私がいる限り、絶対にこの家から追い出してやる。ならやってみれば。
5年間放置した実の葉は親が奪えるか。毎日一緒にいる私が、この家を守り抜くか。もしもし、美咲。こんな遅くにどうしたの？お母さん、何でもない。ただ、ちょっと話したくて。どうしたの？さよふとしと喧嘩でもした？どうしたの？そうたと喧嘩でもした？ただ、ちょっと胸がもやもやして。もやもやするなら話しなさい。聞いてあげるから。仕事がうまくいってないの？お母さん。もしある日、そうたとうまくいかなくなって、子供も私に懐かなくなったら、私、どうすればいいのかな。美咲。お母さんは56年生きてきたの。他のことはともかく生活のことならあなたよりわかってるわ。お母さんの言うことを聞きなさい。感情のことで思い詰めちゃダメよ。思い詰めるって？と息子を誰にも奪われちゃいけないってことばかり考えて、統計みたいに毎日気を張ってて、それじゃあ疲れない？自分のことももっと考えなさい。人の葉は親で、早太しの妻である前に、あなたはあなた自身なのよ。あなたは人の葉は親で、ひた太しの妻である前にあなた自身なのよ。仕事も実力もあるし、デザインもできる。まだ20代で30歳にもなってないのに、何を恐れてるの？もし万が一、この家庭を守れなくなる日が来たとしても、白石美咲なら立派に生きていけるわ。お母さん、何言ってるの？守れないなんて思ってないよ。守るなって言ってるんじゃないわ。そのことばかりに気を取られないでって言ってるの。自分のためにも時間を使って仕事に行って学んで好きなで座員をしなさい。自分がしっかりしていれば誰が子供や家庭を奪おうとしても奪えやしないわ。お母さん、わかった。それでいいのよ。お母さん、ありがとう。何言ってるの？お母さんなんだから。美咲、お母さんの言うことを覚えておきなさい。何があっても思い詰めないで。自分のことを第一に考えるの。自分がしっかりしていれば何も怖くないわ。美咲、手を止めて、お使いを頼みたいの。高橋ディレクター、何でしょうか？これ、新シーズンのサンプル残よ。社長の自宅に午後2時までに届けてタクシーで行っていいわ。交通費は会社から出るから。社長の自宅ですか？ええ。黒川社長の住所はスマホに送るわ。大切なものだから絶対にしつくさないで。社長本人かご家族に渡せばいいから。はい、高橋ディレクター、わかりました。気をつけてね。美咲、どこ行くの？社長の家に書類を届けに。社長の家？じゃあ気をつけてね。黒川社長って無口ですごく厳しいらしいよ。前回報告に行った時、緊張してうまくはなせなかったんだから。玄関先で渡すだけだし、中には入らないよ。それもそうね。でもさ、黒川社長って見たことある？清掃委員の時は機会がなかったし、道後も会ったことない。どうして？黒川社長ってすごくイケメンらしいけど、氷山みたいに冷たいんだって。会社の女の子たちは、遠くから見るだけで近づけないみたい。何？噂話？それとも推し活でもしろって。私はただ、書類を届けに行くだけだよ。あなた、今日黒川社長の家にデザインのを届けるの？あなたも同じ黒川だけど、まさか親戚じゃないよね。そうた、両親に説明するつもりはないの？父さん、母さん、実は言わなきゃいけないことがあるんだ。前にお見合いをした時、ただの警備員だって言ったんだ。そこで出会ったのがすごくいい子だったんだけど、今までずっと警備員だって騙しちゃってて、どうすればいいかわからなくて。なんだって？あなたが黒川グループの社長だって知らないの？じゃあ彼女はあなたが誰だと思ってるの？ただ黒川で働いてる警備員だって。まったくなんてバカなことを。結婚しておきながら自分が誰かも教えてないのか。それは結婚詐欺だぞ。父さん、騙すつもりじゃなかったんだ。
お見合いの時、彼女はお金なんて気にしてなかった。だから本心を知りたくて、5になって余計に言えなくなっちゃって。それで今までずっと騙してたの？あの子は子育てして洗濯してご飯を作って家事を全部やってるのに、自分の夫が何をしてるかも知らないなんて。自分の夫の仕事も知らないなんて。あんたって子はそうだ。それでも男なの？母さん、俺が悪かった。悪かっただと？いいか、こういうのは隠せば隠すほど傷が深くなるんだぞ。いつか自分で気づいたらどう思う？最初から遊ばれてたと思うだろうが。黒川家の顔に泥を塗り寄って。どうしよう。私たち隠れた方がいい？隠れる？いや、ダメだ。嫁がデザイン画を届けに来たのに、留守じゃまずい。そうだ、お前は隠れずに、早く裏口から出ろ。ああ、もう、こんな時にパニックになって。そうだ、裏口から出た？出た！お前開けてこい。ほら、ドアを開けてきて。わあ。こんにちは、黒川デザイン部です。黒川社長にで在案をお持ちしました。あら、お嬢さん、ご苦労様。社長は休養で出かけたの。私は母親だから預かっておくわ。はい。ではお願いします。これは新シーズンのデザイン案です。高橋ディレクターから社長に確認してフィードバックをもらうよう言われています。あ、わかったわね。お茶でも飲んでいって。暑かったでしょ？いいえ、おばさま。会社に戻らないといけないので、これで失礼します。そう。じゃあ気をつけてね。はい。もたもたしてバレるかと思ったわ。礼儀正しい子だな。あのバカ息子、こんな良い嫁を隠しておくなんてけしからん。あなた、今日サンプルを届けに行ったらどうなったと思う？どうなったんだ？黒川社長のお母さんに会ったの。へえ、そうなのか？どんな人だった？黒川社長のお母さん。すごく優しそうで上品で教養のある人だったわ。それにね、すごく面白いことに気づいたの。何だい？社長のお母さん、あなたにそっくりなの。特に目元とはな、まるで瓜二つよ。思わずおばさん、私のシュートじゃありませんよねって聞きそうになっちゃった。あはは。それは美形派に似たような顔になるって言うしね。うぬぼれないでよ。でもね、黒川社長と同じ名字でお母さんにもそっくりなんて。まさか親戚だったりして？美咲、話があるんだ。何？言って。実は俺。やばい、なんで忘れてたの？もう最悪、高橋ディレクターが今夜9時半からオンライン会議で全員は発言するって言ってたのに、すっかり忘れてた。実は俺。ねえあなた、ちょっと一人で待ってて、先に会議に出るから、おとなしくしててね。さっき言おうとしたことは戻ってから聞くから、まずは会議。実は俺が黒川社長なんだ。社長、奥様に打ち明けましたか？まだだ。また何かに邪魔されたんですか？会議があるんだと。麹島大志って言うべきですかね。黙れ。はい、おやすみなさい社長。
ハルトくん、これが欲しいの？それママ買って。いいわよ。ありがとう、ママ。他に必要なものは？お醤油とお塩語り、ないかも。あとトイレット、ペーパーと洗剤。わかった。ここで選んでて、探してくる。うん。他に欲しいものは？ねえ。あら、白石デザイナーアシスタントじゃない。そんな格好で歩いてるのね。それでよくデザイナーアシスタントを名乗れるわね。松本里奈、奇遇ね。ほんと、奇遇だわ。デザイナーアシスタントを辞めて、家政婦になったの？月給いくら？まあまあ、よしよし。なんだ、息子なのね。実の子かどうかは知らないけど。松本里奈、あなた小さい頃から家庭環境が悪かったの？だから他人の円満な家族が目障りなのね。他人の幸せな目障り？白石美咲、うぬぼれないでよ。人の幸せが妬ましいの？白石美咲、うぬぼれないでよね。いいわ、白石美咲。よくも私を笑ったわね。これがあなたの旦那？大した服着てないじゃない。ああ。さっきはカエルみたいに転びそうになってたのに、偉そうに人を評価するのね。そこのあなた。品格は品格のある人にだけ必要なものだ。あなたには必要ないようだね。あなたたち。それに、どんな服を着るかは私の自由だ。自分ではかなりイケてると思ってるけどね。スーパーに来るだけなのに、首には真珠。服にも真珠だなんて疲れない。このおばさんはきっと幸せじゃないんだよ。だからスーパーにそんな派手な服を着てくるんだ。足りないものほど見せびらかしたくなるんだよ。人よく知ってるわね。欲しいものがあったらパパとママに言いなさい。この真珠のおばさんみたいに、見かけ倒しになっちゃダメだぞ。いいわ。家族ぐるみで私をいじめる気ね。白石美咲、いい度胸してるじゃない。その幸せがいつまで続くか見物ね。イェーイははは。また何しに来た？そうた。私に会いたくないのはわかってる。でも、本当に重要な相談があるの。仕事の話なら、通常の手続きを踏め。指示なら、話すことは何もない。サフト氏、私たち夫婦だったのに、そんな言い方しなくてもいいじゃない。よくわかっているはずだ。私たちが結婚したのは、子供ができたからだ。だが子供が生まれてから、君はずっと無関心だった。今になって何度も現れて、一体何が目的だ？私が悪かったわ。今までたくさんの過ちを犯してきたこともわかってる。でも、はよひとし。私、今は毎日すごく後悔してるの。毎晩あの子に会いたくてたまらないの。後悔してる？会いたいだと？5年だぞ。子供の誕生日の時お前はどこにいた？子供が熱を出した時お前はどこにいた？電話の一本でもかけたことがあるのか？許してもらえないのはわかってる。私が悪かったわ。でも早ふとし、私はあの子の本当の母親なの血のつながりは、そう簡単に消せるものじゃないわ。許してもらえないのはわかってるし、あなたのそばに戻りたいなんて高望みもしないわ。でも本当に人のために何かしてあげたいの。一緒にご飯を食べて、顔を見て、誕生日を一緒に祝ってあげたいの。もうすぐ誕生日でしょ？一緒にいてもいい？ご飯を食べるだけでも、一日だけでもいいから、あの子を傷つけたりしないわ。美咲、やっぱりってなんで君な？見て。お母さんが美味しいものを持ってきたわよ。ありがとう。でも僕、甘いものは好きじゃないんだ。ごめんなさい、何が好きなの？お母さんが買ってあげるわ。僕は、お母さんが作ったご飯が好きなんだ。谷用がないなら、これで。美咲が家で待ってるんだ。行くぞ。
ハルト、週末は何か予定ある？週末特にないよ。ママ、お出かけするの？ああ、週末はハルトを習字教室に連れて行くんだ。ははは。習字？ハルトが習字好きなんて聞いてないけど。ママ、僕最近習字が好きなんだ。クラスのみんなも習ってて、すごく字が上手なんだよ。そう、ハルトから聞いてね。特別に先生を呼んだんだ。ちょうど今週末に時間が取れてね。人の誕生日に遊園地に連れて行こうと思ってたのに。ママ字が上手くなったら、ママの部屋に飾っていい？じゃあ書道家、人の対策を楽しみにしてるわね。えへへ。行くぞ。行こう。パパ、ママにバレてないよね。バレてないよ。さっきの、すごくプロっぽかったぞ。当然だよ。ハルトはスパイになる男だからね。ん？習い事に行くのにこそこそしちゃって。そうだ、今日はハルトの誕生日だわ。午前中におかずを準備して、夜は好物を作ろう。これでいいのか？え？もうすぐ帰る？ご飯できてるよ。今日はなんでこんなに返信が遅いの？え？ケーキ渡して。書道教室に行くって嘘ついて、本当は村上さんに会ってたの？ミサキ、このケーキは俺とハルトで一緒に作ったんだ。もう、嘘はつかないで。え？さっき蚊で見たの。このケーキは村上さんが人に買ったんでしょ？隠さなくていいのよ。ママ、違うんだよ。ミサキ、説明させてくれ。君の思ってるようなことじゃないんだ。村上さんに会うのはダメだなんて言ってないわ。言ってくれたらいいのに。隠す必要なんてない。彼女は人の本当のお母さんだもの。理解してるわ。ミサキ、本当に違うんだ。このケーキは本当に俺たちに二人で手作りしたんだよ。日野でベーカリーで作ったんだ。二人で一日中かかったんだよ。本当だよ。本当に。僕たち、一日中作ってたんだよ。本当だよ。ママ、このケーキのクリーム見て。ハルトとパパが手作りしたんだよ。パパ、クリーム絞るとき失敗しちゃったんだ。確かにその通りだ。ベーカリーから出たところで、村上さんに会ったんだ。偶然通りかかったから送っていくって言われて、すぐに断ったんだけど、電車だとケーキが崩れるからって、ずっとしつこく言われて、それで。ママ、毎日ご飯作ってくれるから、ハルトもママに美味しいもの作りたくてケーキ作ったんだよ。ミサキ、ごめん、嘘をついた。でもサプライズにしたかったんだ。僕たちが作ったケーキを食べて欲しくて。もう、よしよし、泣かないで。ママはもう怒ってないから。ママ、ハルト、ママが一番大好きだよ。二人とも、これからは何があっても隠し事はなしだからね。私、嘘つかれるの嫌いだから。もちろんだよ。さあ、ケーキを食べよう。さあ、ケーキを食べよう。
二人の手作りだって信じるわ。プロがこんなの作ったら、とっくに首よ。ママ、これはハルトとパパで作ったんだよ。パパ、クリームを絞るときに手が震えて、ケーキが崩れそうだったんだ。まあ、見た目はあれだけど、心を込めたから、アジは大丈夫なはずだ。ママ、食べてみてよ。美味しいよ。ハルトがイチゴをいっぱい入れたから。はいはい。人が先にお願い事をして、そしたらママが食べるからね。はいはい人。先にお願い事をして、お願い事が終わったらママが食べるから。いい？何をお願いしたの？おー。お誕生日おめでとう。ママ食べるね。ママ、美味しい？美味しい。とっても美味しいよ。外で買うケーキよりもずっと美味しい。だってこれは、人とパカが手作りしてくれたんだもん。人の気持ちがこもってるからね。ママ大好き。実は俺も手伝ったんだよ。そのクリーム。俺が絞ったんだ。まあ、見た目はあれだけど、心はこもってるだろ。確かに見た目はちょっとね。それだけかよ。あなたありがとう。ケーキとっても美味しかった。パパとママ、恥ずかしい。美咲、今日のこと、もう一度説明したいんだ。何のこと？ナオコのこと？本当は気分が良くないんだろ。気にしてないって言っても。内心は気になってるの分かってる。気にしてどうなるの？彼女は人の海の親でしょ。それは変えられない事実だもの。美咲、俺からすれば直子は人に命を与えただけで、子供を少しも愛していないんだ。慰めなくていいわよ。人が彼女に会うのを止めたりしないから。人を可愛がってくれる人が増えるのは良いことじゃない。本当にそう思ってるのか？うん。私ってもの、分かりがいいでしょ？感動した？うん、感動したよ。でも本当のところ、ナオコに会うときいつも楽しそうだけど、よりを戻したりしないわよね。何言ってるんだよ、美咲。変なこと言わないでくれ。今日は人違いをしただけだ。冗談よ。そんなに慌てないで。そういう冗談は笑えないぞ。わかったわかった。もう言わないわよ。でも本当に、もし彼女とよりを戻すようなことがあったら、家から追い出すからね。安心して美咲姫の命令には絶対服従だ。絶対に逆らわないよ。美咲。ん？これ、君に。これ何？開けてみて。もう、また無駄遣いして。記念日でもないのになんでプレゼント？返品してきて。そんな高くないよ。高くないって？このチェーンもペンダントも絶対安くないよ。どういうこと？あなたの毎月の給料、私が知らないとでも？生活費だってあるし、人の学費だってかかるのに。本当に高くないんだ。マンションの前にバスケゲームの屋台が出ててね。100円で20回投げられるんだけど、20回全部は行ったからおまけでくれたんだ。それでこのネックレスを選んだんだよ。アンディさんが景品をくれるって言うから、これを選んだんだ。バスケのゲームで？そうだよ。気に入らないなら。明日人にぬいぐるみと交換してくる。ゲームでネックレス？子供扱いしないでよ。本当だって、どうせ偽物だし、綺麗だからアクセサリーとしてつけなよ。偽物？偽物にしてはよくできてるわね。似合ってる。ずっとつけてて。もう調子のいいことばっかり。次は無駄遣い禁止だからね。わかった？はいはい。
わかってるよ。でも、また全部入って、おじさんが景品くれるって言ったら仕方ないよね。口ばっかりなんだから。美咲、そのネックレス見れば見るほど素敵ね。写真撮らせて。同じの探したいの。同じのはないけど、マージョンの前のバスケゲームで交換できるよ。旦那さんが毎日シュートしてたら家に飾りきれなくなっちゃうね。えへへ。白石さん、少しお話ししたいことがあるんです。村上さん、今日はどうされたんですか？あなたが知っておくべきことがあるの。白石さん、黒川壮太が一体何者なのか知ってる？私の夫で、ハルトのパパで、ただの警備員ですけど。それが何か？白石さん、本当に知らないの？それとも、知らないふり？どういう意味ですか？黒川隼人氏は、黒川の結衣、いつの後継者であり、減災講師公責任者よ。黒川壮太は、黒川の結衣、いつの後継者で、現在の CEO よ。これが黒川グループでの就任スピーチの写真よ。あなたの夫じゃない？彼が真実を隠すのはお金目当てだと思ったのか。それとも身分違いを気にしたのかしら。自分で考えてみて。話は終わった？まだよ。ああ、そうそう。白石さん、そのネックレス。実は、スペインのブランド飴の羽よ。世界限定3本で、オークションにすら出てない。いくらだと思う？射的の景品？白石さん、そんな言葉信じられる？ディレクター、体調が悪いので午後お休みをいただけますか？黒川グループユ、イーツの後継者。世界でたった3本、オークションにもまだ出ていない。嘘つき。美咲どうしたの？どこか具合でも悪い？病院に行くか？どうして私が休んだこと知ってるの？警備室の同僚が言ってたんだ。顔色が悪くてそう大したって。警備室の同僚？誰のこと？田村さんだよ。前に濡れ衣を着せられた時、世話してくれただろう。君の顔色が悪いのを見て、俺に LINE してきたんだ。あなたの嘘を危うく信じるところだった。黒川社長って呼ぶべきかしら。あなたの嘘、危うく信じるところだったわ。黒川社長って呼ぶべきかしら。美咲、説明させてくれ。何を説明するの？あなたが黒川グループの CEO だってこと？それともこのネックレスハバスケの景品じゃないってこと？このネックレスは、君が受け取らないかと思ってそう言ったんだ。わざと騙すつもりはなかった。わざとじゃない。お見合いの時、ただの警備員だって言ったのもわざとじゃないっていうの？結婚した後、毎日満員電車に乗ってたのもわざとじゃないの？それとも、私が黒川で清掃をして、警備室にと閉じ込められた時、あなたが隊長に電話して、私を助けさせたのもわざとじゃないの？全部嘘じゃない。全部嘘よ。それとも、
黒川で清掃をしてて警備室に閉じ込められた時、会長に電話して私を気遣うよう言ったのも、わざとじゃないっていうの？全部嘘だったのね。全部。美咲、話を聞いてくれ。確かに君を騙してた。ごめん。最初は君がお金目当てできたんだと思ってて。怖かったんだ。でも毎日一緒に過ごすうちに、気づいたら君に惹かれてたんだ。今の僕にとって君は何よりも大切な存在なんだ。何よりも大切？黒川隼太氏、私恥分の夫が誰なのかもわからないのよ。美咲、安心して。これからはもう、二度と隠し事はしないから。出て行って顔も見たくない。え？出てって。パパ、なんで外にいるの？入らないの？ハルト。パパ、ママを怒らせちゃってね。これママへのプレゼントなんだ。代わりに渡してくれないか？ついでにパパの代わりに謝っておいて。はあ、わかったよ。僕のパパだから、今回だけ手伝ってあげる。よし、頼んだぞ。早く行け。パパのフォローも忘れないでくれよ。なんでまだいるの？いや、お昼食べてないみたいだったから、少し買ってきたんだ。いらないわ、持って帰って。美咲、君がいないとダメなんだ。どんな罰で儲けるから。まあまあ、パパを許してあげてよ。私たち離婚しましょう。私たち離婚しましょう。もし人があなたについていくと言っても、止めないわ。やだママ！僕はママと一緒にいる！自分の身が一番大事って言うでしょ？パパがどうなっても僕には関係ないよ。僕とママが家族なんだから。人父親に向かってなんてこと言うんだ。あなた、料理は5分の手伝って。ママ、僕が手伝うよ。お皿は熱いけど、ハルトは運べるよ。この料理は熱すぎるわ。先に座ってて、ママの運ぶから。ママ、パパのことが恋しいの？そんなことないわ。先にご飯にしましょう。でもさっきパパに手伝ってって言ってたよ。ママ、つい口癖で言っちゃっただけよ。ほら、早く食べましょう。冷めると美味しくなくなるわ。もう、大人って素直じゃないんだから。なんて言ったの？ハルトはね、大人は口では違うって言うけど、本当はそう思ってるって言ったの。クラスのみんなが言ってるよ。ママは素直じゃないわけじゃないの。ただ、少し時間が必要なだけよ。美咲。何しに来たの？会いたくないのはわかってる。でも話があるんだ。もう話すことなんてないわ。離婚協議書は弁護士に頼んでる。来週にはできるから。10分だけでいい。言って。怒ってるのはわかってる。怒らせただけじゃなく、傷つけたことも。お見合いの時から君を騙してた。君の言う通り、僕は君を家族として見てなかった。でも最初は、君がお金目当てじゃないかと恐れて、ただの警備員だと嘘をついたんだ。車も家もないと言って、君を遠ざけようとした。
でも人が君を気に入ったから、君と試してみようと思ったんだ。サフトシ、それで試した結果はどうだったの？でもハルトが君を気に入ったから、君と試してみようと思ったんだ。黒川蒼太、それで試した結果は出たの？出たよ。白石美咲、君は僕にお金があるかなんて全く気にしていない。君が気にするのは、僕が君の好きな食べ物を覚えているか。ハルトが病気の時に僕がそばにいるか。脱いだ汚い靴下を洗濯かごに入れたかどうかだ。美咲、僕にはお金があることいない。長所が本当に少ないんだ。人を慰めるのもお金を使うしかできないし、仕事が忙しくなると電話もかけない。人の世話も家のことも全部君がやってくれている。怖かったんだ。思いが深くなるほど真実を知られるのが怖くなった。真実を知ったら、君が振り向きもせずに去ってしまうんじゃないかって。真相を知ったら、君が振り向きもせずに去っていくのが怖かったんだ。いいわけに聞こえるかもしれないけど、本当に怖かった。僕が金持ちだと知ったら、君の見る目まで変わってしまうんじゃないかって。なお子が結婚したのは、黒川グループの社長であって黒川蒼太じゃなかった。でも君は、料理もできない普通の男。黒川隼人氏と結婚してくれた。言い終わった？ Disappointed はフラットトーン。はい。黒川隼人氏。知ってる？最初からあなたが誰か知ってたら、絶対に結婚なんてしなかった。黒川蒼太、私に釣り合わないって？黒川グループの社長で別荘に住み、オーダーメイドのスーツを着てるあなたが、田舎者の私に釣り合わないなんて、おかしいと思わない？そういう意味じゃない。そういう意味でしょ？最初から私を見下してお金目当てだと思ってたんでしょ？世間知らずの田舎娘だってずっと思ってたんでしょ？違う。そんなこと一度も思ったことない。わかった。社長と田舎娘は住む世界が違うと言うんだな。じゃあ聞くが、社長は飯を食わないのか、寝ないのか、悲しんだり傷ついたりしないのか。俺黒川隼人氏は金持ちだ。大きな家に住み、いい車に乗り、会社では何千人もの社員に、黒川社長と呼ばれてる。でも家に帰ったらどうだ。脱いだ靴下は床に放りっぱなしだし、風呂には行ってもパジャマを忘れる。夜中にお腹が空いたら、自分でカップ麺を作るし、しかも失敗することだってある。君の前では、靴下すら見つけられないただのダメ男だ。社長にだって感情はあるし、エゴだってある。そして大切にしたい人もいる。俺が大切にしたい人は、君なんだ。社長にだって感情はあるし、わがままなところもあるんだ。大切な人だっている。俺にとって大切なのは君だ。美咲。殴ったり罵ったり、追い出したり離婚すると言われても、俺は耐えられる。でも君を見下すつもりは一切ないんだ。スプライス、ラウドリー、アチシュ。美咲大丈夫か？怪我はないか？何か言ってくれ。病院に行くか？びっくりしたじゃない。さっき車がぶつかりそうだったのよ。本当に怖かったんだから。大丈夫。もう大丈夫だ。車はもう行ったから大丈夫だよ。泣かないで。可愛くなくなるよ。こんな時に冗談言ってる場合？冗談じゃないよ。君が怪我してたら、俺はどうすればいいかわからなかった。泣かないで。泣いたら可愛くなくなるよ。こんな時に冗談言う余裕があるのね。冗談じゃないよ。君が怪我でもしたら、俺はどうしたらいいかわからなくなる。怪我してるじゃない。
大丈夫。ただのかすり傷だ。膝はぶつけてないか？バカね。なあ、許してくれよ。あなたの態度次第ね。何ぼーっとしてるの？帰るわよ。やっぱり、あの車は村上のものだった。無職の男を雇って20万円を渡したんだ。ただ君を脅すためにな。運転手はもう警察に捕まって全部話したよ。どうして彼女はのことを、私があなたと結婚したから？どうしてあんなことを、私があなたと結婚したから？村上直子は今回戻ってきて、俺たちが一緒にいるのを見て、ずっと別れさせたかったんだ。あの時彼女は青木玲奈のところに行ってデータを消し、君を陥れた。幼稚園に人を迎えに行ったり、君の前で俺の本当の正体を暴露したりした。でも彼女が予想外だったのは、これらすべてが俺たちを別れさせられなかったことだ。逆に俺たちの絆を強くした。だから彼女は焦って、こんな極端な方法で俺たちを別れさせようとしたんだ。私を怖がらせて別れさせたかったのね。あなたを引きそうになったのよ。俺は大丈夫だ。村上直子は今警察の取り調べを受けている。単なる殺人教唆だけじゃないんだ。そうだ、美咲。もう一つあるんだ。青木玲奈に会って村上が捕まったと伝えたら、昔の話をしてくれてね。これは、ハルトと私の DNA 鑑定書？ 99%。これは、ハルトと私の DNA 鑑定書。あ、99%。美咲。今回の事件が終われば、人の本当の身の上がはっきりする。君こそが人の本当の母親なんだ。だから村上直子があんなに私を目の敵にしてたのね。じゃあ5年前、ホテルにいたのもあなただったの？ああ、俺がバカだった。人違いをしてたんだ。あなた。何してるの？前はちゃんとプロポーズしてなかったから、今回その埋め合わせをしたくて。美咲、怒ってるのは分かってる。悲しい思いをさせたね。でも、本当に君と一生一緒にいたいんだ。君と一緒にいたいのは、子育てや家事をしてくれる人が必要だからじゃない。君がいなかった数日か、毎日心ここにあらずだった。仕事をしてても、ふと手を止めて君のことばかり考えてた。美咲、もう一度チャンスをくれないか。僕と結婚してください。言ったでしょ？態度次第だって。今日はまあまあね。つけたらもう取り消せないからな。態度次第だってば。もうつけたんだから OK ってことだろ。サーフト氏、ずるい。ずるくて結構。